こんにちは、タリアノです。今日は歴史から判明した最強の戦士と言われる鎌倉武士の一日をご紹介していきたいと思います。あれーはい、早速鎌倉時代にやってきました。鎌倉武士の義明さん家は、鎌倉近くの一軒家にあります。一軒家といってもですね、我々の想像とは少し違います。農村の支配にですね、都合のいい高台に、館を作ってまして、周りにですね、堀があったりとか、あとは溝があったりとか、あと塀をですね、すごく高くして土を持ってあって、まるでですね、城のような家になってます。門をくぐるとですね、まずその芸人諸住と呼ばれる奴隷の方が住む家があります。で、その奥に行くとですね、中央部分にこの家の主が住む母屋みたいなものがあります。あ、吉明さん起きてきたみたいですね。顔を洗って歯を磨きます。ただですね、着替えっていうのは特にありません。っていうのも、寝巻きもですね、そして普段着も、このひたれっていうのを着ることが多かったようです。さすがにですね、寝るときにはこの、烏帽子って言われるですね、帽子はつけないようですけれども、ちょっとですね、汚くないのっていうふうに思うんですけど、何かあったときはですね、袴をつけて、このひたたれに袴をつけてですね、即出陣。これが鎌倉武士だったんで、普段着のまま寝ているようです。で、ついこの間のですね、平安時代までは、庶民がね、このひたたれっていうのは着てたんですけど、やっぱりその機能性重視のこの鎌倉時代ではですね、このひたたれっていうのがやっぱ流行ってます。ひたたれの下にはですね、下着代わりに、小袖っていうものを着ることもあります。今でいうところのこの小袖が T シャツで、ひたたれがジャケットみたいな感じかもしれないですね。朝ごはんの用意が整ったみたいですね。吉明さんの朝ごはんっていうのはすごい見た目シンプルなんですよ。最良の玄米と、あとおかずっていうですね。ただこれ1日2回しか食べないっていうのは一般的でした。最近ですね、武士同士で流行ってる一汁一菜っていうのを吉明さんも、取り入れてます。で、この一汁一菜っていうのは無駄がなくて、かつその現代のですね、和食の基本とされています。このスタイルっていうのは鎌倉時代に始まったとされています。ご飯に加えてですね、味噌汁と、あと一品、焼き魚ですかね。大体ですね、ご飯は、朝2.5合食べたそうです。で、その2.5合プラス、味噌汁と魚。で、大体朝は1500カロリーぐらいあるのかな、これで。はい。っていうですね、ちょっと驚きのカロリー摂取になってます。で、朝ごはんを食べるとですね、なんか支度を始めるみたいですね。うん。あれどこに行くんでしょうか。実はですね、この館の中と外にはですね、年貢が課されない佃っていうところ、あと門田っていう風に言ったりとかするんですけど、直営地があるんですね。ここではですね、武士の奴隷である芸人であったり、諸従であったり、あとは農民っていうのが工作してます。で、吉明さんもですね、ここのその責任者として農作業を指導したりですね、耕地を広げたりしています。農民への指導が終わるとですね、午後は武芸のトレーニングに当てるみたいです。基本的にですね、当時の武士っていうのはこの弓矢を射ることで馬に乗ることっていうことに対してはすごく厳しくトレーニングしてました。普段の遊びっていうのもほとんどがですね、武芸のトレーニングに役立ちそうなもの。例えばその犬を追うものであったりとか、やぶさめであったりとか、そういったものを中心に遊んでました。ちなみにこの頃ですね、武士道と呼ばれるものがですね、あったかと言われると、実はまだなかったんですね。ただですね、武士のその日常の中でですね、武士とはこうあるべきだみたいなものは、ありました。例えばですね、その主君と主従関係を結ぶっていう忠ですよね。で、あと忠と一族の団結を維持するための公っていう、そういう基本的な姿勢っていうのはありました。この忠に基づく言葉としてはですね、御恩と奉公っていう言葉はよく知られています。家臣がですね、主君に対して戦ったりして奉仕するっていう代わりにですね、主君は、家臣に領地を与えまして、で、それで、守るっていうですね、義務を負うっていう主従関係ですよね。さすがにちょっと修練しすぎてですね、吉安さんちょっと疲れたみたいですね。なんかするんでしょうか。山に行く。ちょっとこれから山に行くみたいですね。ついていきましょう。鎌倉武士たちはですね、その武芸のトレーニングを兼ねて山に入ってですね、イノシシであったり、鹿であったり、そういった野生の動物っていうのを狩るっていうのも盛んに行っていたようです。基本的にその戦いに備えて日常を過ごすっていうのが一日のルーティンだったようです。おお、大量大量。今日はボタン鍋ですかね。肉食するだけあってですね、鎌倉武士っていうのは本当に強いわけですよね。
さすがにちょっと日も暮れてきたんで、何するんでしょう。夜ご飯だと、玄米と、あと、イノシシ、ボタン鍋ですかね。ここでもですね、やはりその一汁一菜っていうのを堅くなに守ってますよね。ただですよ、こうやってみるとシンプルなんですけど、これ普通に1500カロリーありますからね。夜も朝と同様2.5合のお米を食べるわけですよ。だから1日で合計すると5合食べてるわけです。750g のお米をですね、1日に5バゴ食べてると。すごいことですよ。お腹いっぱいになりますよ。実際動いてますからね。お風呂の時間がやってきましたね。でもこの時代バスタブないですよねと。どうするんでしょう。実はですね、この時代その浴槽に浸かるっていうことはせずに、今でいうところのサウナみたいなのが一般的だったんですよね。で、どういうことかっていうと、その蒸気がバーってあるような、その室内で床がきましてですね、汗とか、あと汚れっていうのをこう浮き立たせますと。で、それを、お湯で洗い流しますと。で、その後にこう手拭いなんかでこうちょ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 って体を拭くっていうのが一般的でした。吉崎さんさっぱりしましたね。もう寝ます？まだ8時ですけどね。でも、明かりつけてくれるんですね。ありがとうございます。で、鎌倉時代っていうのは、明かりっていうのはほとんどなくてですね、夜は氷束って呼ばれる油を燃やす器具を使って明かりをつけてました。燃料の油自体はとても貴重だったんで、必要な時に必要な量しか使ってなかったんですね。それでもめちゃめちゃ暗いですよね。大体ですね、今の明るさだと4ワットぐらいっていうふうに言われています。近くでもなかなか本読みづらいみたいな、それぐらいの明るさだったかなと思います。吉明さん、おやすみなさい。お疲れ様でした。それではまた。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。今後もですね、こういう歴史関係の動画をどしどし投稿していきますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。それでは、タリアノでした。バイバーイ。